皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日は旅館選びのコツというテーマでお話しします。前回のポッドキャストで温泉についてお話ししたので、今日は旅館をテーマにしようと思いました。皆さんは日本の旅館に泊まったことがありますか？泊まったことのある人はどうやって旅館を探しましたか？これから泊まりたいと考えている人は、提供してほしいサービスや必要な設備など何か条件がありますか？今日は皆さんが旅館を探すときに役立つような情報をお届けできたら嬉しいなと思っています。まずは旅館のタイプを知りましょう。それから旅館を選ぶポイントや予約時の注意点などについてお話ししていきます。今日はインターメディエイトレベルということで、N4 から N2 ぐらいの語彙や文法を組み合わせて話しますので、皆さんが知っているものがあれば復習の機会に、知らないものがあれば新しい学びの機会にしてもらえたらと思います。それでは皆さんのニーズに合った旅館を探しに行きましょう。ジャパミニ。まず、旅館のタイプを紹介していきます。皆さんの目的や予算によって選ぶ旅館は変わると思うので、皆さんの条件に合う旅館を見つけてくださいね。まずは、昔からある伝統的な和風旅館です。畳の部屋に布団を敷いて、浴衣を着て、季節の和食料理を楽しむことができます。最近では和食に限らず、洋食を取り入れた食事も提供されることがあるそうです。また、子供用の食事や妊婦用の食事などを用意してくれる旅館もあるそうです。伝統的な和風旅館は日本らしい雰囲気を味わいたい人におすすめだと思います。旅館によっては茶道体験や書道体験などの文化体験ができるところもあると聞きました。例えば、私の友達は先日静岡県の旅館に泊まって静岡茶のレッスンを受けたそうです。このようなスタイルは日本文化を学びたい人にもぴったりですね。それから、もちろん温泉がある旅館も魅力的ですよね。大きな浴場や露天風呂、最近ではサウナなども準備されていることがあります。家族や友達と一緒に入れる貸し切り風呂もあるし、客室に露天風呂がついているタイプもあります。温泉の成分によって体にいい効果があることもあって、個人的には疲れが取れるとか美肌効果といった温泉に注目することが多いです。温泉が目的の旅行ならこういう旅館が便利だと言えますね。それから旅行の予算に合わせて高級旅館を選ぶか、リーズナブルな旅館、民宿を選ぶかというのもポイントです。高級旅館ならサービスがとっても丁寧で、料理も豪華で、部屋で食事ができるところも多いと思います。部屋にはテレビ、冷蔵庫、
ソファーなどがあることもあって、静かに過ごしたい人や特別な旅行の時におすすめです。一方、リーズナブルな旅館や民宿なら、もちろん値段が安く、家庭的でアットホームな雰囲気があります。私は長崎県の海沿いの町でリーズナブルな民宿に泊まったことがありますが、とってもアットホームで実家に帰ったような感覚になってリラックスできました。また、海沿いの町だったので、新鮮な魚料理をたくさん出してもらえたんです。高級旅館に行かなくても、こういった特別なサービスに出会えることもあるので、旅館選びは難しいけどワクワクしますね。最後に、最近ではモダンなスタイルの旅館も増えているので紹介しておきたいと思います。例えば、畳の部屋なのに布団ではなくベッドが置いてあって洋風のデザインになっています。背が低い机ではなく背が高いテーブルと椅子が置いてあることもあります。モダンなスタイルの旅館だと外国人にもわかりやすい案内や英語対応のスタッフがいることもあるので、日本語に自信がない場合や初めて旅館に泊まる場合はこういった旅館もいいかもしれません。いいバランスで和風と洋風がミックスされていて、新しいデザインやサービスを楽しめるんじゃないかなと思います。それでは旅館選びのポイントを確認しましょう。旅館を選ぶときにいくつかのポイントをチェックすると安心です。まずは食事について。旅館によって夕食や朝食がつく場合とつかない場合があります。プランを選ぶときに夕食付きとか朝食なしといったインフォメーションが書いてあると思うので、間違えないようにプランを選んでくださいね。また、旅館のサイトやホームページでよく見る素泊まりというのは食事がつかないプランです。素泊まりは泊まるだけという意味です。部屋と布団、お風呂などはありますが、食事はついていません。また、食事がついていても、自分の部屋で食べる場合と、旅館の中のレストランで食べる場合があります。また、コース料理の時もあれば、ビュッフェ形式の時もあります。希望する食事のスタイルがある場合は、予約前にしっかり確認してくださいね。それから、温泉にこだわりがある人は、天然温泉か人工温泉かを確認した方がいいと思います。天然温泉は地下から自然に湧き出たもので、人工温泉は温泉の成分を人工的に追加したお湯を指します。また、貸切風呂や露天風呂があるかどうかも皆さんの宿泊スタイルや旅行メンバーに応じて確認してください。また、アクセスも大事ですね。駅やバス停から近いかどうか、車で行った方がいいかどうか。旅館によっては、最寄りの駅から旅館までバスで送ってくれることも多いですよ。でも、このような旅館のバスを利用したい場合は、予約しないといけないこともあるので、事前に確認しましょう。
最後に、口コミは必ずチェックしましょう。口コミというのは他の人が書いたレビューのことです。旅館のサイトやホームページ、または Google マップで検索すると、その旅館に泊まったことがある人の口コミが書いてあります。他の人のレビューを見ると、部屋の綺麗さやサービスの評判がわかるし、この旅館いいなぁと思っていても、レビューを見ると、あれ、やっぱりあんまり良くないかも、となることも正直あります。実際私にもこういった経験があります。旅行サイトで部屋がとっても綺麗で良さそうな旅館を見つけたんですが、口コミを読んでみると、実はとっても古い旅館が最近部屋の中だけリノベーションをしたということが発覚しました。部屋の中だけ綺麗で、他の部分はとっても古くて不便と書いている人もいたので、結局その旅館を予約するのはやめました。なので、ぜひ予約の前に口コミをチェックしてみてください。それでは最後に予約時の注意点をお伝えしたいと思います。まず、人気の旅館は早めに予約するのがおすすめです。連休や土日、季節のイベント期間は特に混みます。本当に混みます。また、キャンセルポリシーも確認しておくと安心です。旅館によってキャンセルポリシーが決められています。例えば、30日前までキャンセル料は無料。1週間前まで 20%。2日前まで 80%。当日は 100% といった感じです。後で知らなかったと言ってもキャンセル料は支払わないといけないので予約時に必ず確認してくださいね。また特別なリクエスト、禁煙がいい、アレルギーがあるといった場合も事前に旅館に連絡しましょう。また予約時にチェックインの時間を聞かれることも多いです。旅館の方でチェックインの時間が決められていることもあるし、自分である程度時間を選ぶことができる場合もあると思います。もし当日予約時に伝えたチェックイン時間より早くなる、遅くなるという時は事前に連絡するのが親切ですよ。以上、旅館のタイプ、旅館選びのポイント、予約時に注意することについてお話ししました。少しでも皆さんのお役に立てたら嬉しいなと思います。ぜひ参考にしてください。ジャパミニ。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日のテーマは旅館選びのコツでした。日本全国本当にたくさんの旅館があって、その数だけスタイルやサービスもありますので、皆さんにとってベストな旅館が見つかることを願っています。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。